はい。面白けしからんな対策です。今日はね、僕が使っている Apple 社の iMac Late 2014に Open Core Legacy Patcher というアプリを使って OS15 Sequoia をインストールした話をします。結論から言うとですね、めちゃくちゃ大変でした。でも結果的にやってよかったんです、これが。はい。iMac Late 2014っていうモデルの iMac を使ってるんですけれども、購入直後にメモリを 32GB まで増設しました。これね、Apple さんにお願いするとむちゃくちゃ高くなるんだけれども、Amazon でね、取り寄せたメモリを自分で増設するとなると、結構ね、格安でね、実現できるのでね、やってみたんですよ。そしたらね、それはね、すごいね、よくできました。俺全くね、パソコンとか、そんなの、経験ないし、知識もなかったんだけれども、後ろ側に蓋がパカッと開いてですね、そこにね、メモリをこう増設してったんですよね。でね、もうその当時からもう長く使おうと思って、もうそのつもりでね、買って今でも使っています。はい。この iMac Late 2014はもうね、当然のことながら Apple さんのサポート期間は過ぎております。で、数年前から最新の OS がインストールできない状況になってたんですね。確かね、対応してる OS がビッグサーまでだったと思うんだよね。それでね、数年前に Open Core Legacy Patcher っていうですね、アプリを使うと、対応していない新しい OS がインストールできると知って、その当時ね、紹介してくださっていたブログを参照しながらやってみたんですね。そしたらね、なんとね、成功した。やったねっていうね、今回ですね、もうほぼチャット GPT に全部丸投げして手伝ってもらって、モントレーからセコイアにね、アップグレードできたんですよね。何回かね、ブログの通りやってみて成功したことがあったので、チャット GPT に聞けば簡単にできると踏んで、夜作業を始めてね、徹夜でやりました。実はね、セコイアをインストールしたことが過去にあってですね、すでにセコイア使ったことがあったんですよね。だけどね、今回のアップグレードで分かったのが、本体を買い替えたかのごとくですね、ディスプレイの輝度が明るいんですよね。それからね、僕はこの AirPods Max のユーザーなんですけれども、iMac と iPhone のスイッチができるようになりました。はい。こういうことができるのであれば、古い Mac でも全然勝負できるじゃんと思ってるんですよね。ただし、万人向けではないし、かなりね、自己責任で行う必要がある。徹夜でやったんですけどもね、大変だったんですけれども、もうね、ほとんどね、記憶が飛んじゃってね、忘れちゃいました。かなりね、チャット GTP にね、こう写真撮って見せて、撮って見せてって言ってね、教えてもらってやりましたね。なんとかできましたね。これがね、宅地対策50歳の春、完全にね、セコイア戦記にね、突入しておりました。はい。なんかね、そんなこと言ってるとね、古田製菓のセコイアチョコレートを思い出しちゃってね、あれもう一回食べたいなとかね、思っちゃいますね。あれ売ってんのかな今でもね。結果として、今の状況にね、すっげえ満足していますし、古いMacを長く使うことはね、非常にね、楽しいことなんだっていうね、ことがね、分かっております。古い Mac のユーザーの方がいらっしゃる場合は、ぜひ、オープンコアレガシーパッチャーっていうね、アプリに関してね、ぜひね、調べてみてください。はい。この情報がね、ちょっとでも役立つんじゃないかなと思って、撮ってみました。はい。ご視聴ありがとうございました。